NHK から38万飛んで780円請求が来てることについて、コールセンターに電話しろって書いてるから、コールセンターに電話したわけですよ。と、請求書に書いてる、この金額おかしいでしょと。この請求されてる山なんとかさんの住所と名前を言って、本人のふりしたんですよ。だから、何を言ってきたかって言ったら、コールセンターでは請求額のことは分かりませんっちゅうんですよ。これおかしいでしょ、これ。ね。お問い合わせ先 NHK ふれあいセンターで書いててね。で、これ38万円って時効の援用をして裁判で勝ってる。これ最高裁の判決です。平成30年の7月17日交付。これ山ってなってるでしょ、上告人。最高裁に訴えたんですよ。今年7月17日に最高裁は本件上告を棄却するで、23年4月から29年5月分までの受信料合計96,940円の支払いという判決が出たんです。最初 NHK は裁判をした時にこのように第一審の大阪地方裁判所では全部ね、請求すると言って30万円ほどの請求だったんですよ。で、34万円請求してきたから時効をちゃんと援用したんですよ。民法169条。ね。で、予備的主張として169条の5年の時効を援用した。で、最高裁判所は、このように主文として96,940円でいいと言ってるわけですよね。これもう誰がどう見たって、この判決はもう確定してるわけですから、最高裁が。なのに、ね、今年7月に確定してるのに、今年11月分までの請求を、今年の10月に送ってきたわけですよ。これ、明らかな不当請求でしょ。法定代理人といって、この山さんから僕は委任を受けてるから、この請求書を持ってるわけでしょ。山さんから委任を受けてるから、この山さんの裁判の判決文も持ってるわけですよ。僕の名前を出したら、ガチャンと電話切り寄るから、僕はお客様番号を言うから、で、もし間違ってたら減額して請求してきてねと謝罪文入れてと。間違ってなかったらそのまま NHK を放置したらいいわけですからね。何も NHK に自信があるんだったら。でも今度 100% 間違ってるでしょ、どう考えても。だから僕はお客様番号をなかなか言わなかったです。そうすると NHK の職員の方から立花さんですかって言うから立花ですって言ったらやっぱりガチャンと切られたわけですね。要は23年分の38万飛び780円というのはこれはもう明らかに不当な請求です。明らかに不当な請求ですよね。これ子供が見ても多分中学生が見ても分かります。というのは、これいわゆる23年分、ここの請求をしてきてるわけですよ。でも裁判では、ここの部分に関して、平成7年8月から平成23年の3月に関しては、この15年8ヶ月分は、民法169条の5年の時効を援用しています。もうこれすでに援用してるんですね。で、NHK もそれは認めて、30万円ほどの請求を9万円に縮小して、大阪地方裁判所、大阪高等裁判所、最高裁判所とこう、三審を受けたわけですよ。で、それを受けたのが今年の7月の17日だったんです。でも10月の今回20日ぐらいにこれを送ってきたわけですね。38万飛び780円。明らかにおかしいということで、このうち、この時効が成立している15年分の26万飛び260円を、今日弁護士さんとも相談をしまして、やっぱりこれ悪質であるということで、裁判をするということにしました。請求書と、この最高裁の判決文のコピーをつけて、明らかに不当請求ですので、これは大阪簡易裁判所に提訴をさせていただくことにしました。とにかく法律で、そもそも23年分も放置する NHK がおかしいんですよ。20年以上も請求をせずに放置をして、ね、裁判をせずに放置をして、放置をしておいてですよ。で、こちら側が、こんなのもう時効でゼロになってるでしょって言ったら、20年超えてるけど、裁判所は NHK の見方して5年分は払えとこうなったわけですね。7年から23年までの15年は時効でもうすでに消滅していると。もうこんなのはもう当たり前のことでね、これを今頃まだ請求してくるわけですよ。ずーっとどうも請求してきてるようなんですけど、で、こんなのね、すぐパッと気づかなきゃいけないでしょ。こんな38万708円23年分も請求しててですよ。わかりませんとかっていうもう電話の無責任な態度。ということで、今週1週間ぐらいは待ってみます。で、直ちにこれ NHK 僕の動画全部見てますから、
直ちにここの部分を減額した請求書を送りなさい。詫び状をつけて。それがなければ、本当にこれ、債務損罪だけじゃなくて、損害賠償を請求しますから、不当な請求をしているということでね、損害賠償の請求もしていきますので、ということで、やっていきたいと思います。NHK をぶっ壊す。